皆さんこんにちは。横山です。私の後ろの方には砂や礫からなる岩石の地層が見えていますが、これらの砂岩などをはじめとして岩石の中には大小の穴が開いていて多孔質な構造を持つものがあります。今日は岩石の中の水の通りやすさと穴、すなわち間隙構造との関係を考えてみたいと思います。これは砂粒が固まった砂岩を電子顕微鏡で観察した画像で、鉱物粒子の間に大小の間隙が見えます。では、この岩石について水の流れやすさを測定してみましょう。これが測定に用いた資料です。真ん中の円筒部が砂岩で、周囲は樹脂で埋めています。まず、岩石の直径より大きな穴が開いたアクリル板の上にリング状のゴムを置き、その上に岩石資料を置きます。さらにリング状のゴム、上に筒がついたアクリルと乗せてボルトで固定します。そして水を入れます。水が入りました。ここからの時間を計測します。今はここには水が入っていませんが、後で溜まってきます。途中飛ばしながら見ていきます。今1分台、1滴水が落ちてきました。次2分台、また1滴。3分台、また1滴。というふうに、およそ1分おきに1滴ずつ溜まってくるというのがわかります。最終的に20分間で 3.4ml の水が溜まりました。これをもとに水の流れやすさである浸透率が求まります。このようにして求まる浸透率は岩石によって何桁もの違いがあります。では、流れやすさは一体何によって決まるのでしょうか。まず、間隙が資料体積に占める割合である間隙率が大きいほどよく流れそうです。ただ、この図のように同じ大きさの岩石で間隙率が同じであっても、左の太い穴が1本貫通しているものより、途中で細い部分がある方が流れにくそうです。すると、間隙系も関係しそうです。ここからは間隙率や間隙系の測定方法をご紹介します。まず、間隙率について、例えば先ほどの資料の場合、岩石全体の体積は13立方センチメートルで、乾燥していて間隙に水がない場合、質量は 61.3g です。一方、間隙を水で満たすと 63.8g です。差し引き 2.5g の水が岩石内部に入ることになり、間隙の体積は 2.5 立方センチメートルとわかります。この値から間隙率は約 19% と求まります。次に間隙系の求め方ですが、まずこれは間隙を水で満たした岩石資料で、資料の上に水を入れておき、加圧された空気を底面に送り込みます。空気の圧力を上げていくと、初めは何も起こりませんが、ある圧力で間隙中の水が空気で押し出されます。細い間隙中の水ほど押し出すには大きな圧力が必要です。さらに圧力を上げると、ある時ガスが初めて貫通して上に気泡として観察されます。この時の圧力からこの部分の半径が求まります。これが実際に測定している様子の動画です。この状態では差圧は0です。以降、徐々に差圧を上げていきます。10ヘクトパスカル台、まだ特に何の変化もありません。ここから飛ばしていきます。110ヘクトパスカル台、まだ特に変化はありません。ここからこの辺を特に注意深く見ていてください。今、気泡が発生しました。この実験から最初に空気が貫通する間隙の最も細い部分の径は 8.4 マイクロメートルと求まります。このような測定をいろいろな岩石で行ってみると、浸透率の変化傾向として、例えば間隙率が2倍でも間隙系が同じならば浸透率は2倍程度ですが、間隙系が2倍だと浸透率は4倍程度という感じで、
間隙系の違いが特に大きく浸透率に影響するということが分かってきています。今回ご紹介したような岩石の中の水の流れは、普段ほとんど意識しないかもしれませんが、地下水の流れ方や水質などにも影響する現象です。水の流れはこのように測定し、間隙構造とこんな関係があるんだなということを大まかにご理解いただけたら幸いです。ご覧いただきありがとうございました。